何しか昨日記者会見の日の長官は、兵庫県記載許可団体に借金がえらいことになってます。あーってなってる時の記者会見で、この受け答えです。今まとまったばかりの、令和7年度決算で、普通債、実質的な決済残高はいくらですか？それぐらい頭に入ってませんか？頭に入ってへん。これで斉藤元彦をかばえます。3兆円の借金返す仕事と、毎年だいたい600億円ずつぐらい赤字が膨らんでいく県の財政の立て直しと、任せられる？昨日の記者会見ご覧になった方はいらっしゃると思いますが、俺ずっともうこの2年間言い続けてることですけど、斉藤元彦は典型的な田舎のクソ弱者なんで、意固地になるんですよ。田舎のその世間の狭いね、子供とかなんかこう田舎のおじいちゃんおばあちゃんと一緒で、能力の低い田舎のクソ弱者なんですよ、典型的なね。喧嘩の弱い菅野幸宏みたいな感じ。腕力のない菅野幸宏、体力のない菅野幸宏、もっと言うと根性のない菅野幸宏みたいな、すごい意固地になるんですね。まあ日本人であれば知ってるであろうというか、これはまあ山本七平のユダヤ人と日本人という本に出てくる日本人の定義なんですが、山本七平はこんなこと言うんですね。ユダヤ人ってのは血で決まると。なんかそのユダヤ教の教徒イコールユダヤ人と言うときながら、ユダヤ人は血で決まるんだと。いろんな文化圏にいて文化コードが違っても、母親がユダヤ人であるということがユダヤ人の定義なので、イスラエル人という意味ではないけども、ユダヤ人というのはフランスで生まれようが、ケニアで生まれようが、チュニジアで生まれようが、チリで生まれようが、ドイツで生まれようが、アメリカで生まれようが、ユダヤ人という、ユダヤ系アメリカ人とかユダヤ系フランス人というのは、ユダヤ人というエスニックグループを作っているけれども、どこへ行っても母親が、父親がユダヤ人だけではなくて、母親がユダヤ人であるということさえ満たしていれば、ユダヤ人と言えると。しかし日本人は、果たしてそれだけで日本人と言えるのかという議論を山本七平はイザヤ弁談さんという筆名でやったんですけど、例えばね、そこで山本七平が言うたのは、端的に言うとこういうことです。雪をけたてて咲く、咲く、咲く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 。先生、おお、蕎麦屋かを知らないやつを日本人と呼べるんですかという言い方をしたんです。わかります？このニュアンス。で、そこで山本一成が事例に出したのは、山道を登りながら考えたって。で、そこで漱石の草枕って言えないやつというのは、地に働けば角が立つ、情に竿を刺せば流される。っていう出てこないやつは日本人って言えるのか？古池やって言われて、買わず飛び込む水の音って言えないやつは、日本人と言えるのか？それ、母親が父親が日本人だけで日本人は完成されてないでしょ。だからちょっと、そこはちょっとそっから先山本石危うくしくなっていくんですよ。だから日本民族というのは特殊な民族であると。実を言うと血を問題にしているようで血を問題としていないんだと。というような議論をするわけです。日本人としての当然の知識としてあると思いますが、これ、談春さんの演出がね、鮮烈なので、多分皆さんの頭の中には、平成令和の場合は、談春さんで頭に入ってるんでしょうけども、高野高尾の久蔵ね、吉原に兄貴分に連れて行かれて、高尾太夫の花魁道中を見て、世の中にこんな綺麗な女性がいるのかと。でもそこで頭ポーッと上がってもうて、その日吉原に上がらずに帰ってきて、恋煩いになってしまって、おかみさんが、職人が荒野の2階で職人が寝てるところを見て、ずっと寝てるから久蔵がどうしたんだいって聞いたら、恋煩いだって分かって、恋煩いでっつってんだよって、じゃあ下ろしてこい久蔵っつって親方の前に来て、親方がお前どうしたんだって、いや実はこれこうで吉原の高尾太夫を一目惚れしてしまいまして、もう夜も日もないと。何よりでも高尾太夫の顔に見えてきて、布団の中に入って天井を見てると天井のシミまで高尾太夫に見えてきて、さっき大丈夫かいって覗き込んでくれたおかみさんの顔が高尾太夫、気持ち悪いねこの子はっていう流れがあってですね、分かったと。お前が3年無駄遣いせずに仕事ばっかりやったら高尾太夫と一晩会えるだけの金は貯まると。松の位の多遊職に会えると。で、だから3年頑張って働けと。
言うて、よし、上がったってその日から恋煩い抜けて、高尾太夫に会うためならばって言って3年間仕事し始めるわけですよ。で、3年3ヶ月、不眠不休で仕事して、無駄遣い一切せず、ご飯も一口も食べずに、ちょっとずつ食べて、お金をために貯めて、親方に預けて30両という金ができて、親方これで3年経ったんで、今日吉原に行ってきて、高尾太夫と会ってきていいですかって言ったら、親方知らん顔するわけですよ。知らん顔するわけ。何の話だと。いや、最近お前が仕事頑張ってるってことは見てるけども、高尾太夫 ?3 年頑張ったら30両？いや、確かにお前の給金は30両貯まってるけれども、そんなお前吉浦で行って一晩で使うなんてことのために30両を若いお前に渡せられるかい。まあそれはなんか夢でも見たんちゃうんか。ということで、親方はそこで猟犬試しをするわけですよ。この30両何に使うんだよ。鷹を飼うんですよ。何？鷹を飼うんです。鷹を飼う？やめとけど、あんな、目キッとして、くちばしキュッとして、爪もギャッとして危ない。いや、その鷹を飼うっつってんじゃないんです。鷹を飼うっつってんです。バカなこと言うんじゃないよ。もう一晩で使うって。そんな、お前、そんな無駄遣いのために、お前が血をにじむ思いで貯めた30両なんて金渡せるかい。お前がそんなんで使うんだったら、おい、今日から草津行こうぜ。30両ペアッと使っちゃおう。こんな若いやつが吉原で一晩で30両使って人生踏み外すぐらいだったら、俺たちがこれで当時でも行って無駄遣いした方がよほどマシだ。って猟犬試しで言うわけ。そしたらそこで久蔵は、いいよもう。あったよ。勝手に使っちゃえその金。ってじれるのよ。一回じれるの。そのじれるのが元彦。久蔵さんがじれるシーンあるでしょ。あそこはもうまるっきり元彦。あれ、久蔵は18歳っていう設定なんですよ。だからじれて、もう可愛いなって話になるわけ。18歳で子供やから、初めて女の人に恋をして、初めてそういうことをいたそうとする18歳のおぼこい男の子やから可愛いなって言うねんけど、元彦49です。元彦、もうそろそろ50です。久蔵さんは18やからね、そこで、いやもう、じゃあ、親方とおかみさんで使っちゃえばいいんだ。で、そこでじれるわけ。あったよ。親方、お前の猟犬を試してやったんだよ。お前が本当に3年経っても高尾に会いたいと言ってるかどうか。俺はお前のその少年を問いたかったんだ。あった。本当に会いたいんだな。じゃあいい。使っちゃえ今日。この30両3年寝ずに貯めたこの金。今日一晩で使い切っちゃえ。って言ったらおかみさんが、あんたいいのかいそんなことしてって。バカ野郎。俺はこういうの大好きなんだ。あそこの親方可愛いよね。なのでその、意固地になる田舎のクソ弱者というと、その冒頭30両を親方ががめると言った時の久蔵を思い出すというのが僕は普通の日本人やと思いますけど。久蔵のまんまでしょあれ。18歳の男の子やね、あそこにおんのはね。もう50ですけどね、あいつ。俺よりも3つ下ですが、今年49ですよ。もう来年50になるんです。なんの深みもない。じれてるだけでさ、尾形さんにあれ見せてんの意味わからへんよね。もう気持ち悪いんですよ。でね、もうちょっと今日俺、疲れてましたね。昨日ね、神戸でちょっといろんなことがありすぎたんですよ。で、兵庫の人は田舎の人が多いですから気づいてへんと思うけども、昨日赤澤の兄貴の質問になりましたけど、兵庫県の知事ね、端的に言うと全国の笑いもんになってるんですよ。いろんな問題はありますよ。いろんな問題で The most biggest and most important problem is 公益通報者保護法違反だけれども not only that but also other lots of problems なわけですよ。ここら辺ロジカルに言うと英語の方が分かりやすいと思うけれども、いやもうこれね嘲笑されてるんです。一人今誰とは言いませんけれどもツイキャスに東北の友達がいます。東北の友達と
こう連絡があると「菅野さんまだやってんの?」って言われて「あ、まだやってますよ」って「だって気持ち悪いもんね」って言います。宮城県、岩手県、秋田県、山形県の人が。まあ残念ながら青森に知り合いがいないのであれですけれども。で、雪広でさえ笑ってます。奈良のクソ田舎に住んでる雪広でさえ。あれ、お前まだ、ね、知らんけどな、兵庫のけったいな知事いじりに行ってんのかい。言うてるよ。あら、ぐす太いの。気持ち悪い、ほんま。あいつお前と年変わらへんねやろ。よろ変わらへん。二つ下か三つ下かやでって。おばかいな言うとった。しゃあない維新やねんから。雪広の価値判断と、福島、宮城、山形、秋田の人々の価値判断が一緒になるってことはよほどのことです。雪広は維新支持やめてないですよ。あの人はずっと家でテレビ見てますから、生駒の毒電波浴びてると維新支持者になりますからね。あんま物事考えてありませんから、あの人。体動かへんから。そうです。それええ表現です。YGT さん。雪広の言うとうことと、僕の福島、宮城、山形、秋田の知り合いが言うとうことが全く一緒なんですよ。それはね、なんか全国規模の話にすると、経団連の言うてることと共産党の言うてることが一緒になってる。経団連も怒ってる。共産党も怒ってる。みたいな。よっぽどあかんことやろ。みたいな。そういうことですよ。で、その異常者の異常者っぷりがね、端的になったシーンがあるんですよ。で、その尾形さんが怒ったというか、やっぱ尾形さん昨日ね、やりつけてるんですよね。これ、今日何日です？ 20 日です。昨日の19日の神戸新聞。神戸新聞というと、神戸のローカル紙のように見えるかもわかりませんが、兵庫県の人は、ほとんどが神戸新聞を読んであります。で、神戸植民地主義みたいなところがあってね、まあ知ってる人も多いと思いますけど、神戸新聞のね、購読者数がもともと一番多いのは、伊豆市とか豊岡の方なんですよ。実は。阪神間よりも、伊豆市豊岡の人の方が神戸新聞を読んではるんです。神戸新聞ってタイトルなんで、その神戸とか阪神間、芦屋とか西宮とか尼崎とか神戸、要は兵庫県の右下の狭いところだけがね、神戸新聞を読んどんのか言ったら違うんで、実は言うと兵庫県全県で、言ったら地方紙、ローカル紙というよりも、兵庫県の県民紙ですかな。兵庫県の県民が一番よく読んでいてて、もちろん兵庫県庁の職員は一番最初に手に取る新聞は神戸新聞です。今日20日、昨日記者会見のあった19日の朝刊一面トップはドン、兵庫県記載許可団体に、なんです。公共事業など投資事業抑制と、こう載ったわけですよ。要は、実質交際比率が一定の基準を超えてしまったから、記載許可団体、借金するためには国の許可が必要な、北海道と新潟県と兵庫県だけという、この情けない、宮城の河北新報のようなんですが、宮城の場合は、これは宮城ローカルネタであれですけども、石巻には石巻の、超ごくローカルな、それから気仙沼には気仙沼の超ごくローカルな新聞がありますが、兵庫県内ほぼそれがないので、兵庫県内の独占状態は、宮城における河北よりも上やと思います。三陸新聞でしたっけ？石巻とか、南三陸新聞でしたか？なんとかってなりますな。三陸新報やったっけ？気仙沼の方に。あれがありますな。三陸新報。ああいうのが兵庫にはないので、赤穂になんかあったな。赤穂なんちゃらいうのが。だからでも県内の独占率は宮城の感じよりも高い気がします。で、なおかつ宮城は結構読売新聞読んでる人が多いんで、一番神戸新聞の購読者率が低いのは宝塚のあたりですわ。とか、津軽海峡冬景色のあたり。あるやん。津軽海峡冬景色みたいな名前の駅。ひばりが丘花屋敷。津軽海峡冬景色とひばりが丘花屋敷ほぼ一緒やんけ、フローが。もうほぼライムス踏めてるんや。あの辺は、朝日読売が強いらしいですね。何しか昨日記者会見の日の朝刊は、兵庫県記載許可団体に借金がえらいことになってますということが、兵庫県民が一番読む新聞の一面トップやったし、
なんやったら18日の夕方のニュース、決算が発表された18日の夕方のワイドショー、程度の低い大阪とか兵庫とか奈良とか京都の人間が見てる吉本の芸人ばっかり出てくるワイドショーでは、兵庫県が借金でえらいことになってますってことで、みんなが見て、あーってなってる時の記者会見で、この受け答えです。ですか。今まとまったばかりの、令和7年度決算で普通債実質的な減債残高はいくらですか。それぐらい頭に入ってませんか。正確な数字が間違えてはいけませんので、もし財政課長から頭に入ってへん。頭に入ってへんの。考えられる？厳密に言うと3兆870億円です。8月18日午後に発表された令和7年度決算の資料によると、3兆8トンで870億円が兵庫県の県債残高です。で、俺ら兵庫県政の問題を追っかけてる人間は、まあ記者たちだけではなくて自民党の県会議員も、それから県民連合みたいな野党側の県会議員も共産党さんも、維新の人らはほら、2人が6、サザンが9、3、4、15いう人らやから、もうむちゃくちゃやから、頭数字入ってへんけど、あの人らもう能力低い気違いしかおらへんからね、維新の県会議員っていうのは。維新の県会議員以外の、だから維新と躍動の県会議員以外は、大体どうやって県の財政をチェックしてるかやったら、県債残高が4兆円ぐらいあるっていう計算してるわけですよ。要は、多く見積もらへんかったら計画を立てられへんが、4兆円ぐらいあると思ってるんですよね。で、まあ、厳密に言うと、3兆トンで830億円です。3兆トンで870億円。300トンで870億円です。で、この870億円を捨てて、まあ、リーダーやから、社長やから、点何本の数字を覚えてる必要ないということで、だいたい 3.5 兆円とか覚えてるとかね。だいたい3兆円とか覚えてるとか。言うんやったらわかるけども、正確な数字がないとダメなので財政課長にって言うてしまった。お前何の仕事してんねん。およそ3兆円ですって言うたらしまいやん。これで、斉藤元彦をかばえます？やる気ないねんて。てか、我がのをどのにはめようかという意識しかないから、仕事に対する興味がないの、この人は。いや、間違えるといけないって間違えんなよ。借金の残高を。ほんまに興味ないねん、県政に。書いたんねん、新聞に。で、我がが得意げに発表してるスライドにも書いたんねん。で、これから、なんでその借金の残高が重要か言うたら、長期金利が上がってくる中で、利子の負担が上がってくるから重要なんです。借金の残高のこと頭の中入ってなかったら、これからの財政危機なんか乗り越えられるはずがない。言うとくで、3兆トンで870億円という数字、菅の保の頭の中にでも入っとんやで。金利だけで1000億円超えるんよ、今後。1000億円やで、金利だけで。みんな、県債残高覚えた？県債残高なんぼ？書いてみ？今俺が口で4、5回3兆870億円って言うたら覚えてんねん、みんな。YouTube 見とるやつ、ツイキャス見とるやつらが、口で4、5回俺が3兆870億円って言うただけで、3兆870億円って数字、これだけの人が頭に入ってるわけですよ。で、その線のぐらいが抜けてるから、トンで3兆トンで870億円なんですよ。で、この、尾形さんはこの870億円を端数って切り捨てて約3兆円って表現してるのね。で、実際そうですよ。3兆円の前にして870億円言うたら、大した数字じゃないですよ。実際。870億円を捨ててもええ数字です。頭の中の概念として。ね。日頃の消費活動に持っていったら、3万円と870円みたいなもんですよ。だからこれなんぼしたん3万870円。ほうか、だいたい3万円か。これなんぼしたん3万6900円。だいたい4万か。それと同じですから。
3兆870億円。1兆円を1万円だとすると、3万870円ということです。だから870円を捨ててもええと思うんですよね。はい。で、一方で、井戸さんの不正行為っていくらでしたっけ？ 338 億円です。338億円。検済残高覚えにくいから3兆870億円で870億円捨てておよそ3兆円って覚えとこかって言うてる人の前で338億円大騒ぎしてはるんです。さっきの870億円よりも半分以下なんですよ。これ元肥後がやってることは3兆円を捨てて870億円を捨てて338億円に大騒ぎしよう言うてるんです。3万円の買い物するときに870円のトッピング、上代 3万870円の買い物するときに338円にこだわってんねん。せやけどその338円ずるしやったやつやんか。その338円なんとかせなあかんやんか言うて3万870円の会計してん。50のおっさんが。で、ちなみになんですが、細かい数字を答えられないというのは彼の通弊でして、万博関連予算の数字答えられませんでした。万博関連予算の数字が答えられへんかったのは今年の7月です。で、それから、産後通報って公益通報者保護法でどう書いてますか？条文どこでしたっけ？って条文数も言えませんでした。播磨臨海道路の建設予算、県の負担分についても予算額答えられませんでした。今年の2月の記者会見だったんですけど、播磨臨海道路の県の負担分の予算額言えなかったんです。で、これかわいそうなのは元肥後の支持者です。元肥後の支持者は井戸県政の時にやった播磨臨海道路の巨額予算を利権を叩き潰すために斉藤さんは見直すんだって選挙の時から言うてたんやけど、さあ予算編成の時期になって予算なんぼですのに予算頭に入ってへんねん。井戸さんの時代の播磨臨海道路の予算額がなんぼで、あんたの予算でなんぼになりますのっていう質問を朝日新聞の記者からされたときに、彼は今年の1月答えられなかったんです。で、選挙の時に播磨臨海道路を臨海道路を見直すんや、言うてたよね。見直すんや。で、井戸さんの時に無駄に過ぎやった利権まみれの予算をどうにかするんや、って言うて、信者の連中言うてたよね。そやけども、井戸さん時代に予算をなんぼ積み上げたのか、自分が播磨臨海道路の予算を県の負担額をなんぼにしたのかということも彼は答えられない。興味があるのは自分の子がどのにはまるか。それだけしか興味がない、彼は。で、これね、機材許可団体になってるかどうかは別としてね、もう古い話ですけども、織田楓の問題が明らかになった時に、俺が質問した時に、なんか知らんけど、県政を前に進めるのが仕事言うから、県政を前に進めるってのは何なんですかって聞いたら、予算を通すことって答えてるわけ、あいつ。予算を通すことが県政を前に進める言うてた人間が、県債残高を答えられへんって。何それ？あんたの商売何なんです？魚屋です。魚屋の仕事はどういうことなの？魚を売ることです。そこにあるサンマはどこの海で取れたんですか？わかりませんね。魚屋けそれ。それ一丁目一番地ちゃうの？財政のプロちゃうの？あの人は自分が大阪府の財政課長だったということ。で、財政のプロだったということを自分の看板にしてるんです。直近の事例では、この間の8月の5日の記者会見でも自分で備え言うてました。僕は大阪府の財政課長やったんで財政のプロですよ。自分で言うてた。その人が、県が記載許可団体に転落したということが、分かった次の日の記者会見で、借金の残高を頭に入ってない。で、さらに言うと、知事やってもう5年やのにもかかわらず、健全化団体のリスクが5年目で初めて分かった言うてます。で、さらに、これはちょっと今後、細かく分析して解説していきますけども、投げた先の財政課長も、昨日の記者会見の中で口頭で答えてたし、県の検討委員会の資料を読んでも、井戸さんの338億円なんて借金の悪化の原因と挙げられてないんですよ。県の公式見解も財政課長の答弁も井戸さんの命も出してないのに、あいつだけ県の判断とあいつだけ違うこと言うてる。
アホやから数字が頭に入ってないのか、県民に分かりやすい説明をする場所が記者会見です言うてんのにもかかわらず、知事が県債残高を入ってないのを尾形さんがムカつくからまっすぐ答えへんってだけやったとしたとしても、どっちにしても不適格よね。アホやから数字入ってなかったらアホやから知事やめてくれって話やし、尾形がムカつくねん、せやからまともに答えへんねんって話やったら、お前それ、尾形がムカつくっていう個人的感情を県民に分かりやすく説明するということよりも優先させてんねんっていうことになるわけですよ。能力が低いから3兆飛んで870億円という数字が頭に入ってない。やったらもう能力が低いねんからやめとくなはれって話ですよ。尾形がムカつくから3兆870億円っていう数字が頭に入ってるけども、尾形がムカつくさかいまっすぐ答えへんって言うんであれば、その段階で県民に分かりやすく説明するということを放棄してんねんから、その意味でも知事復活。どっちにしても知事として不適格なの。何しかね、こっからね、3兆870億円と、毎年これからね、1200億円ぐらいの金利が積み上がっていくから、恒常的に毎年、プライマリーバランスが530億円ぐらい赤くなっちゃうんですよ、毎年。約600億円毎年赤字が積み上がっていくの。で、じゃあ、その3兆円の借金返す仕事と、毎年、だいたい600億円ずつぐらい赤字が膨らんでいく県の財政の立て直しと、任せられる？いや、任せられへんでしょ。さゆりちゃんにやってもらおう。記者会見でボヨヨンしてもらおう。勝美さんは別に来んでもええけど、バルさん炊きそうやから。県庁でバルさん炊かれても困るから、勝美さんはええけど、さゆりちゃん呼ぼう。ボヨヨーンってしてもらいましょう。あ、そうか。ちゃうわ。あれはバルさん炊いたんは勝美さんちゃうんか。さゆりちゃんがバルさん炊いたら、勝美さんが養殖してたカブトムシがみんな死んだんか。そうか。バルさん炊いたんはさゆりちゃんか。そうや。まあ、どっちでもええねんけど。だから、元彦、吉本にやって、吉本からさゆりちゃんもらおうって。で、元彦、そやから、奥れさんとかジミー大西とかと並んだら売れるでしょ。前田さんおらへんようになったんやし。ジミーちゃんと、村上昌司おるから、村上昌司と並べんの村上昌司ですよな。奥れさんとジミー大西と元彦って同じバスケットやん、人間として。だから、そこで打ったらええやん。で、令和の涙の貧乏やってもうたらええやん。さんまさんにちょっとロートってガオー。元彦はあんま変わらへんやん、村上昌司とやってること。村上昌司は当時仕事がなかった3日間家に出てやることないから天井ばっかり見てたら3日目に天井の模様と喋れるようになってんて。元彦も変わらへん。仕事してへんねんから。ぼーっとしてるだけやん。でも無職のおっさんやってること。やってることせんやん。うどん食って映画見て街歩いてお写真撮りますか言うて歩いてるだけでしょ。無職のおっさんやん。で、うどん食って映画見て街行って女の子に声かけるやで。近所の無職のおっさんやん。しかもスケベな無職のおっさんやん。いや、だから腹立ってきたとかコメントあったけど、腹立つねんで、普通の人間って腹立つねん。だって何の仕事もしてへんねんもん。仕事してへん証拠に、これが載った、これが神戸新聞の一面トップになった、その日に、検済残高言われへんということですよ。まだ4000投資の方がマシです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。